は遡って2003年の冬、クリスマスの日、この相棒は僕の元にやってきた。それよりも1年ほど前、知り合いの某トヨタディーラーの店長が自分のマイカー、そうそれはその頃発売されたばかりの Vitz RS TRD ターボに乗って僕の前に現れた。よかったら乗ってみてよ。別段断る理由もないし、大の車好きの僕は喜んでシートに収まりアクセルを開けた。それまでも速いと言われる車には結構触れてきたし、所詮ビッツだろっていう軽い気持ちで全く身構えてなかった僕は、体がシートに押さえつけられ、トルクステアで暴れるステアリングに冷や汗をかきながら歩道の高まりを抑えきれなかった。そこからは油断せずもう一踏み。一瞬で吹き切るタコメーターと手の中で動くステアリング。こりゃすげえ。ディーラー店長の元に戻ると僕の表情でバレていたのか、ニヤニヤしながら、今注文して納車までだいたい半年くらいかな。どうやらうまく僕はやられてしまったらしい。もうそれから18年、ずっと変わらぬ相棒だ。そしてこの先も。とかっこつけてみましたが、実際手元にやってきたこのじゃじゃ馬、じっくり付き合い始めると、エンジンに関しては低中速でドカンと炸裂し、高回転はもう一伸びというところでレブに当たってしまう印象。ただし2500回転以上回っていればどのギアでも十分なトルクを出してくれるので、早めのシフトアップで加速していけばすごく速いです。次にトルクステアの問題。とにかくステアリングがかなり暴れます。アクセルを踏み込み加速しながら車線変更なんかしたらほんとどっか行っちゃいます。これってトルセン LSD の悪い部分が出てるんですかね。そして水温計がない問題。現代の車は水温計なんていらないのかもしれませんが、そこはやはりノーマルに比べ出力をアップさせてる分、エンジンコンディションには気を使いたいところ。以前高速道路上で仕事で使っている車をオーバーヒートさせて立ち往生した経験があるので、水温計の存在には必要性を感じますね。以上まとめると、エンジンの特性を楽しむためにはまず早めのシフトアップを心がけたいんですが、トルクステアが強いのでステアリングをしっかり持っていたい。どうしてもギアチェンジの時は片手が離れますからね。そして水温などのエンジンコンディションに気を配りたい。そこでこの車を観察してみると、身長172センチの単足の僕が座ってもペダルに足を合わせるとステアリングが遠くて腕がまっすぐのストレートアームになっちゃいます。シフトレバーもステアリングから遠く下の方にある印象で一瞬探しちゃうんですよね。これって走行中のクラッチ操作やシフト操作の必要ないオートマ車のレイアウトがベースだからですかね。足元のペダル類の改善は前の動画を見てもらうとして、今回は手元の改善を。まずテレスコピック機能がないので、ステアリングをセミディープコーンに変更して40ミリ程度近づけています。次にシフトレバー、延長シャフトを使って50ミリほど高さを上げました。これによってステアリングと体、ステアリングとシフトレバーの距離が近くなり、シフトレバーの頭も視界の隅に入るようになって一瞬探さなくても良くなりました。これで素早い操作と安心感のあるポジションになりました。こういう油断できない車には大事なことだと思いますよ。そして水温計のお話。画像にチラチラ映っているので気づいた方もいらっしゃると思いますが、結論から言えば HKS さんの OB リンクにしました。車の OBD 端子から各センサーの数値を読み取ってスマホに表示するやつですね。簡易的なのかもしれませんが、使ってみたところ必要十分です。いろいろな数値が表示されますが、水温、吸気温度、O2 センサー電圧の表示で満足です。これで車の状態がわかるので安心してアクセルを踏めます。表示画面のスタイルもいろいろあるようですが、それはお好みで。燃費に関しての画面もありますが、使ったことはありません。以上いろいろ紹介しましたが、これからも大事に乗っていくつもりです。この車で知りたいことや覗いてみたいところがありましたら、
ぜひコメントやリクエストでお知らせください。よろしくお願いします。1999年以降のマニュアルミッション車に乗ったことがある方はご存知でしょうが、クラッチを踏まないとセルモーターが回らずエンジンがかかりません。そこでこの車はクラッチペダルの裏側にあるクラッチスタートシステムのスイッチの配線に並列に別のスイッチを割り込ませました。このスイッチを入れればクラッチスタートシステムが解除されて、クラッチを踏まなくてもセルモーターが回るようになります。このシステム、ギアがニュートラル以外の場所に入っていた時の暴走を防ぐためにあるそうですが、整備でちょこっとエンジンをかけたい時や油で服が汚れている時でも座ってクラッチを踏まないとセルが回らないので、すごく不便です。スイッチをオフにすれば元に戻りますし、自己責任ですね。